こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回は先日動画で募集させていただきました皆さんの捨て活のお悩みにお答えしていきたいと思います。私自身もともと買い物大好きでも物は捨てられないという物が増える典型的な思考でお部屋になってしまっていましたが、何年もかけて物を減らし、今ではすっきりとしたお部屋になることができました。そんな私の経験も踏まえながら皆さんからのお悩みにお答えしていきたいと思います。皆さんの捨て活のヒントになれば幸いです。それではスタートです。まず一つ目の質問です。物が多すぎてどこから手をつけて捨てていけばいいかわからないですという質問をいただきました。質問ありがとうございます。まず捨て活を始めるにあたって特に自分があまり関心を持っていないものから始めてみるのがいいと思います。例えば日用品とか書類とか服とか実用的なアイテムですね。普段使っている使っていないの基準で捨てる判断ができるのですごくやりやすいです。反対に自分にとって思い入れがあったり大切なもの、例えばアルバムとか、あともしファッションが好きな方なら服なんかは全然捨て活が進まないので、一旦後回しにして捨て活のコツをつかんできてからやった方がいいと思います。捨て活応援してます。続いてです。今の住居を終わって実家の捨て活予定です。どこから始めるのが家族の負担が少ないですかね。私も今年母と一緒に本格的に実家の捨て活をしようと思っているので、私にとってもすごくタイムリーな質問です。これもさっきの質問と一緒で、日用品、書類、布団など実用的なものから捨て活を始めるのがいいと思います。反対に食器とか家族が大切にしてそうなものは避けた方がいいです。そして何より大切なのが勝手に人のものを捨てないということだと思っています。誰だって自分のものを勝手に捨てられるのは嫌でしょうし、そもそも勝手に捨ててしまっては家族のいらないものを見極める力がいつまで経っても鍛えられず、時間が経つとまた物が増えてリバウンドしてしまう可能性が高いからです。なので私も母と一緒にコツコツ捨て活を頑張っています。といってもあまりに実家のものが多ければこっそり取り除いて捨ててもおそらくなくなっていることにも気づきもしないと思います。続いてです。捨て活の悩みはやっぱり時間がないことです。子育てもしながら仕事もして家事もやっていると本当に時間がないです。睡眠も休憩も大事だし、帰宅後はやる気が出ません。早起きして朝捨て活しようかと考えていますが、もしさんは朝何時頃起きて何分ぐらいかけて捨て活をしていたのでしょうか。質問ありがとうございます。子育てに仕事に家事に本当にお疲れ様です。もう心から尊敬します。具体的な答えになるかは分かりませんが、私の場合捨て活始めたての頃は捨てるものがすごく多くて体力も必要だったので、休日にまとまった時間をとってガンガン捨てていました。この時は確かに時間が必要でした。でも一通り捨てて物が減ってくると捨てるものを見つけることが難しくなっていたので、一日一つ物を捨てることを目標に日常生活のついでに見つけた不要品を少しずつ捨てていきました。なのでその時はほとんど時間はかかりませんでした。でさらに物が減った今は一日一つも捨てられなくなってしまったので、月に一度程度いらないものがないか家を一周見て回ってます。なので捨て活初期は時間も気合も必要かなと思いますが、物が減るとどんどん時間的に余裕が出てきます。忙しい日々の中でまとまった時間を見つけるのは本当に大変だとは思いますが、最初の辛抱ですのでコツコツ無理せず頑張りましょう。例えば今週末はこの棚を整理するのように小さくエリアを区切って少しずつ時間をとってやっていくといいかもしれません。勢いで捨てたら後悔したことはありますか？ズバリないですね。私があまり勢いで捨てない超慎重派なところもあるかと思いますが、それでも大丈夫かなと悩みながら手放したアイテムを結果的に後悔したことは一度もありません。思い出のものとかお気に入りだったものとか後ろ髪を引かれるものほど捨てる瞬間は辛かったんですが、捨ててみれば案外大丈夫でした。物って案外そんなもんなんですよね。
反対に日用品とかいらないだろうと思って捨てた実用的なアイテムは何個か買い直したものがあります。でもそういうものは捨てても買い直せたので、特に手放したことを後悔はしていないです。これは自分に必要なアイテムなんだと知ることができてよかったなと思います。ネットの衝動買いをして物を増やしてしまうことをやめられません。ぜひ欲しいものリストを活用してみてください。私は衝動買いをしないために、欲しいと思ってもぐっとこらえて、絶対その場では買わず、一旦欲しいものリストに控えています。だいたい1週間から1ヶ月ぐらい置いておきます。時間が経つと冷静になって、大抵のものはそんなに欲しいものではないことに気づいたり、欲しいと思っていたこと自体も忘れてしまったりします。反対にそれでも欲しいというものがあれば、その欲しいという感情は本物だと思って徹底的にいいものを調べて買います。欲しいものリストをつけるようになってから衝動買いの失敗が本当に少なくなりました。今は本当に欲しいものだけを買えるようになってよかったです。欲しいものリストの他にも衝動買いを抑えられるようなアイデアはこちらの2つの動画で紹介していますので、ぜひ見てみてください。本当のお気に入りを探すのが難しいです。いいなと思ってももっといいのがあるかもって思ってしまいます。これとっても共感します。私も物を減らすうちにどんどん物へのこだわりが強くなっていって、なかなか新しいものを買えません。でもこの上がりすぎたハードルってすごくラッキーな状況でいいことだと思うんです。私自身も物を買うときはよく調べて、これが最高、運命と思えるものだけを買うようにしています。厳選して買ったものは本当にお気に入りになりますよね。本当のお気に入りだけを買おうとされている姿勢がとっても素敵だと思います。ぜひぜひそのこだわり大切にしてください。推し活に熱中しすぎてグッズや CD がたくさん増えてしまいました。推し活をゆるく楽しく疲れずに続けたいので、実用性のあるものを選択できるようになりたいです。これは本当に共感ですね。私はグッズは本当に使うものだけを選ぶようになってから、お財布も心も楽になりました。推しのグッズについて考え方は人それぞれと思いますが、私は今はグッズは使うものしか残していません。収納にしまい込むのももうやめて、新しくグッズを買うことも基本やめました。推しの情報を追ったり買わなきゃという義務感を感じることがなくなると、お金にも心にも余裕ができて、純粋に推し活を楽しめるようになったような気がします。推し活と私生活と程よい距離感が取れるようにもなりました。今はコンサートが一番の推し活の楽しみです。楽しいはずの推し活がなんだか疲れてしまうという方は、グッズや情報を義務的に追いかけることを少しやめてみてもいいかもしれません。続いて、よく利用するフリマアプリ、リサイクルショップ等はありますか？ズバリメルカリ一択です。アプリであればラクマやジムティなどありますが、これは使ったことないですね。メルカリがやはりユーザーが一番多く売れやすいかなと思っています。ここからはなかなか捨てられないというお悩みシリーズです。捨てるぞって思ってもメルカリなので売れるんじゃないかと思って部屋の隅に置いてあり、なかなか捨てられないことがあります。そのような気持ちがある場合、どうしたらいいと思いますか？物を減らしたいけど少しでもお金にしたいと思ってしまい、なかなか捨て活が進みません。これもすごくわかりますね。私も売れるだろうからと取っておいて、結局面倒でフリマアプリにも出品せず、意味もなく置いてしまっていたんですよね。その結果、捨て活が本当全然進みませんでした。まずはすっきりとした部屋を作るために潔く処分することが私にとっては一番いい手放す手段でした。あと、以前まで私はゴミとして捨てることは悪いことだとも思ってしまっていました。それもあり、フリマアプリをできるだけ使おうとしていました。でも今はゴミとして捨てるって悪いことじゃないと考えています。というのも、手放す痛みを感じることで次物を買うときにとても慎重になることができたからです。確かに処分することでゴミにはなってしまいますが、買うことに慎重になれば未来のゴミは減らせるはずです。
そういう意味でもフリマアプリだったり人に譲ることにこだわらず、もったいないと思い反省しながら処分することは大切なことだなと考えています。思い出があるけれど今はもう使わないものをなかなか捨てられないです。思い出のものって本当に手放すのが難しいですよね。思い出のものって一度手放すと戻ってこないですから、決心できてから手放すのがいいかなと思っています。私もこれまで段階を踏んで少しずつ思い出のものを手放していきました。今は友人が手作りしてくれたアルバムだけが家に残っています。これだけは大切に一生残すかなと思ってます。一方で就活に使ったスーツだったり、学生時代の部活の道具だったり、思い入れがあるだけのアイテムは手放して全然良かったです。大切にしたいのは物ではなく思い出です。物を手放したところで思い出が消えることは全然ありませんでした。一気に手放そうとはせずに、ぜひぜひ段階を踏んで少しずつ手放してみてください。全部気に入ってて物を減らすことができません。元も子もないかもしれませんが、気に入っているなら全然残していいと思います。捨て活は減らすことが目的ではなく、大切なものを残すことが目的だと思うので、数が多いから捨てなきゃなんて義務的に手放す必要はありません。ただ、その気に入っているものからさらに厳選したいと思われているようでしたら、気に入っているものの中でもまずは一番あまり好きではない一つを手放してみてください。一番いらない一つを手放すと、次にいらない一つが見えてくるようになって、時間をかけて少しずつ数を減らせると思います。私も実際この方法でもう全部必要に思えたジーンズのコレクションを結果的に今では1本まで減らすことができました。大好きだったアイドルグッズ、あまり使わないバッグ、お気に入りだけど使う機会がないものを手放せません。どうやってお別れをしていけばいいでしょうか。こちらも無理に手放す必要はないと思います。でもこのような相談をしてくださってるということは、きっと心では使わないから手放したいと思っているのではないかなと思います。なので、どうやったら捨てられるか、私の経験をもとにお話しします。私自身アイドルグッズとか大量に持っていまして、いらないけれど捨てることはしたくない、そんな気持ちでした。悩みに悩んでようやく手放して、捨てる時こそ辛かったですが、家からグッズがなくなってすごく心が軽くなったんです。もう手放したら本当に大したことはありませんでした。なので、こういったお気に入りだけど使う機会がないものも、まずは一つ一番いらないものを手放してみるといいかもしれません。案外捨てても大丈夫ということに気づけたら、その一つがきっかけになって少しずつ手放せるようになると思います。ちなみにそんなこと言う私も、実はおしゃれな場所に行く時に使うかもと思うような綺麗なカバンがいくつもあって、結局そのような場所に行くこともないので全然使っていません。でもこれくらいいいかと思って取っておいてます。お気に入りのものならば無理に数を減らそうとはせず、自分を許してあげてもいいかなと思います。悩みではないのですが、捨て活を始めたきっかけとモチベは何ですか？私はズバリもちさんです。これめっちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。きっかけはちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、人生を変えたくて物を減らし始めました。私は新卒で地元を離れてそれなりの会社に就職できて、世間で言えばごく普通にうまくいっている人生なはずなのに、当時の私は全く幸せじゃなかったんです。むしろ仕事が辛かったり、コロナ禍でとても孤独で、ただ呼吸をしているだけの意味のない人生に感じられていました。そんななぜか不幸せな状況からなんとか脱したくて、ふと物を捨てたらなんか人生が変わるんじゃないかと漠然と思い立ったんですよね。そこで物を捨て始めてみたんですが、驚くことに本当に人生が変わったんです。というのも、ただ物を捨てるだけで自分の根本的な価値観までどんどん変わっていったからなんですよね。物に溢れていた頃は、私は人と比べてばかりで自分に足りないものばかり目についてしまっていました。そんな足りないものばかりな自分自身に本当に自信がありませんでした。でも捨て活を通し、必要なものを厳選するうちに自分にとって何が大切なのか分かるようになっていきました。
そうすると今までは何か足りない、そんなマインドだった私も、今は自分にはこれがあるというマインドに変わりました。ミニマルな暮らしをするようになってから、大切なものはもうすでに持っていることに気づけ、何気ない日々が本当に幸せになりました。人生を変えたくて始めた捨て活でしたが、今では暮らしが楽しくなること、そして自分の大切なものをどんどん知れることが面白くて、この2つがモチベーションになって捨て活を続けられています。ぜひぜひ見ている方にも捨て活を通してこんな捨て活の秘められたパワーを体験してほしいなと思いながら動画を作ってます。いかがでしたでしょうか？私もまだまだ捨て活は模索中ですが、私の体験談が捨て活頑張ろうという方の何かヒントになってくれたら嬉しいです。ただし、捨て活に挑戦されている方には捨てることが目的にならないよう注意してほしいなとも思っています。自分にとって大切なものを見つけること、これが捨て活の一番の目的だと私は考えています。人それぞれ必要なものは異なりますから、物が少なければいいなんてことはありません。ぜひぜひ捨て活を通して自分の大切なものを見つける、そんな気持ちで取り組んでみてくださったら嬉しいです。まだまだ答えられてない質問があるのですが、そちらは可能な範囲でインスタグラムで少しずつお答えしたいなと思っています。他にも質問ありましたら、ぜひコメント欄かもしくはインスタグラムで教えてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。